主人公という前後があります。物語の主人公、それから舞台とかね、演劇の主人公、ドラマの主人公、本当に頻繁に、日常生活の中でも耳にする言葉です。でも実はこれは禅の言葉、仏教の言葉です。主人公。さて、主人公というのはどういう意味で、そして、私たちは人生の中にこの主人公というのをどのように生かしていったらいいのか。自分の人生は誰が主人公か。これは自分ですよね。こんな当たり前のことを私たちは忘れてしまう。いつの間にか自分の会社の上司が主人公だったり、会社が主人公だったり、自分の家庭の旦那さんが主人公だったり、奥さんが主人公だったり、子供が主人公だったり、自分以外の人が自分の人生の主人公になってしまう。で、そのようなことが気がつくと多々あります。誰かのを立てたり、誰かに寄り添ったり、それはとても大切なことです。でも他人が自分の主人公になってしまうというのは、仕事をやっている時に会社のために一生懸命働く。これは会社が主人公になったわけではないです。自分が自分で主体性を持ってその仕事に取り組むならば、それは自分が主人公です。でも会社にやらされていると思ったら会社が主人公になります。子育てをしていて、私はなんで子供のために自分の時間をこんなに奪われなければいけないの？どうせ子育てをしなきゃいけないのに、そう思った段階で子供が主人公になります。でも自分は子育てという貴重な体験をさせてもらっている。子育てをしながらいろいろと自分が思うようにいかないことを、そして子供の成長を自分が学ばせてもらえる、喜びを自分がもらえる。そう思っている人は子育てにおいて自分が子育ての主人公になります。主人公というのは誰かにやらされている、誰かにの影響を受けて自分の意見が持てない、自分目線で物事をやってない。どんなことをやっていても必ずやらされていると感じている人と自分でやっている人というのがいます。けれども誰かにどうせそのことをやるんだったら誰かにやらされていると思うのか、自分でやってると思ったら自分でやってることの方が楽しいし主体的ですよね。そして工夫も生まれます。このところ DIY というのが流行りです。DIY 女子といって女性もね、今 DIY というのに非常に人気が集まっていると言われています。DIY Do it yourself ですよね。それを自分でやる、自分主体でやる。これがまさに主人公の意味です。今まで何か椅子を作る、机を作る、家具を作る、家のリフォームをする、これは全部専門家がやってくれたものを買ってくる、あるいは専門家に頼むというのが当たり前な時代でした。ところが今いろいろね、ホームセンターなんかも大手のところがあって、もう自分で材料を買ってきて自分で切って自分で物を作れるという時代になりました。この DIY というのはまさにね、誰かに今までお金を払ってやってもらっていたことを自分主体でやるということの時代の幕開けです。とても素晴らしいことだと思います。人生も DIY です。人生こそ DIY です。DIY で作ったものは面白いですよ。自分でもものを作ったりしますしね、誰かが作ったってものに紹介してもらうこともあります。そうするとね、みんな言うんですよ。これどうって。何か自分で DIY で机を作ったり椅子を作ったり家のリフォームをしたりっていうのを自分でやった人はみんな自慢しますよ。ここ苦労したんだって、ここちょっとハゲてるけどね、この辺はもうしょうがないよって、これ結構やってみたら難しいんだって、もう全部逐一自分が作ったものっていうのはどこで失敗したか、どこが苦労したか、どこがうまくいかなかったか、ちょっと長さがこれ短かったで、ここはうまくいった。それね、全部自分事として DIY で作った作品を、自分で作った作品は自分で詳細に解説してくれるんです。で、面白いのはそこに失敗をしたことまで、これちょっとね、切りすぎてねとかね、この色に塗ろうと思ったんだけど、ちょっと思ったような色じゃなかったとかね、失敗談も含めて楽しそうに話してくれます。人生ってそんなもんです。自分が主人公になって全て自分の自覚を持って歩いてるってなれば、失敗したことも人から騙されたと結果的にね思うことも、あの時こういうふうにして騙されたよ、失敗したよ、全てのことが主人公で生きたら、それは失敗も含めて楽しそうに語れる充実した人生になるんです。覚えておいてください。何においてもどんなことにおいても主人公になれます。勉強をしている学生も仕事をしているサラリーマンも、自分がそれをやらされていると思ったら負け。自分が
がやってるんだと思ったら楽しめる。人生を楽しむ鍵は自分が主人公になること。どうぞ今日も一日頑張ってください。多言語化プロジェクトに協力をしてくださった、何とか支援したいって思ってくださったその全ての方々に心より御礼申し上げたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。